私はふーちゃんです。今期も星の話をしましょう。星についてファイルにこんな言葉があります。十数年来姿は変わらない。これは長い間ビラに星が現れたことを示しています。星の PV では、彼女はマドレーヌの命令で、逃げた複製体を掃除する。複製体は彼女と同じ姿です。星も複製体だと推定できます。この点は星の擬態にも現れており、彼女の服装には03の記号が印刷されている。彼女が第3複製体だと推測して、任務を遂行しています。7月29日公式アカウント、中国版が空日記を放った。日記には14日に起きたことが記録されています。生きているのは3番の複製体です。しかし14日は自分の考えを3番に伝えました。ここでは14日に演奏されたピアノ曲を取り上げなければなりません。でも残念ながら解読できなかった。音楽を待つしかありません。マドレーヌと自分に疑問を持ち始めたのです。でも日記からすると、彼女自身にはすでに答えがある。ただ向き合う勇気がないだけです。複製体が存在する目的は何ですか？気になりますか？どうして星が輝いているのですか？それはボスではない。ガセアスラジエーションモニタです。翻訳すればガス放射モニターです。複製体の出現は依然として放射能を迂回できない。当時複製体を作る目的は依然として未探索領域の放射線濃度を検出しようとしていたことがわかる。大災害後の人類の拡張に助力を提供する。しかし複製体には自己意識があります。一部の複製体が覚醒した。自分を追求し始めました。これは研究室では見たくないことです。しかし複製体の実力は強い。だから彼らは除去任務を遂行するために星を選んだ。しかしマドレーヌは星との接触で感情を抱きました。さらに星の人格に影響を及ぼす。では複製体の技術はどこから来ているのでしょうか？ここに2つの推測があります。1つ目はマドレーヌが自分で開発したことです。設定から見れば、マドレーヌは科学研究者として非常に実力が強い。もう一人の CEO ヒデルがいます。彼は人体の免疫放射線を増強する技術を開発しました。京都の科学技術の実力は私たちが思っているよりずっと強いことがわかります。2つ目の推測は黒い終わりです。以前露出した PV から見ることができます。クラウディアはベラに来たことがある。アイダのこの黒い終末計画を探るために。この計画は非常に神秘的だ。クラウディアの父親は命を落とした。彼女自身も大怪我をしました。このことから枝の子がベラに現れたと推測される。黒い終わりは強い戦闘隊員を作るためだとしましょう。この戦闘員はクラウディアとの接触で重傷を負った。ミラジに助けられた。これをもとに複製体実験を行った。賢者がウィラに行くのは、黒い終わりを取り戻すためのものです。つまり星の原型です。これで説明します。ビラまでは試作品とクラウディアだけだった。彼女たちは意外な状況でウィラに来た。ここで決戦します。星のような体は機械改造ではないでしょうか。外観から見れば、彼女の体は御社天使に似ている。しかし、足も腕も出てきた。彼女の体はまだ人の形をしているということです。でも本当にそうなんですか？公式暴露からの設定図。私たちが知ることは、緑の星が散るのが最初の姿だ。当時実験室で騒乱が起こりました。彼女は複製体を除去し始めた。戦いの中で、星も怪我をした。現在私たちが見ている形態はその後修復されています。この2つの形態はどんな違いがありますか？抑発形態は戦闘能力を高めるために、体の一部を機械改造した。主に首の正面体という部分にあります。現在の生界の頭部はより人間に近づくために、もっと生体模倣の材料に変えました。体も大量に改造されています。設定図で言えば、死んだ足は今は純粋な機械だ。他の部位はまだ判断しにくい。修復後の星が武器を操る方法も変わりました。緑の髪の状態は武器と意識的な関係です。ボクシングはもうすぐ来ます。しかし現在の星は武器とつながっています。頭から伸びた2本のパイプに頼っています。この2つのパイプは晩鐘に接続されている。ここでも晩酌という武器を言わなければならない。遅咲きの全身はすでに一層計画で損壊した。現在私たちが見ているのは財団が再注文したものです。これが2つのシリンダーがある理由です。そして今の晩婚は表面的にははっきりしている。機体製品と書いてあります。緑の紙の形態です。2つの擬態の対比からわかるように。今の星はもっと細かいことが多いです。緑の紙が最初の形だからです。その時は実力の強い戦力単位だった。
現在の星は財団の後継者になりつつあります。はい、今期はこれで終わりです。正解の解読について、もう一個あると思います。でも今持っている資料はまだ足りません。14日に演奏された曲は何ですか？ろうそくは何かを表しています。また何を意味してるの？楽しみにしてください。風に注目して違う幻の塔を体験します。